思考実験シリーズ。今回は、機能法にまつわる思考実験、グルーのパラドックスを紹介するよ。難しそうだな。大丈夫。知識ゼロでもわかるように説明していくから、ぜひ最後まで、見ていってね。まず、機能法のおさらいからいこう。機能法とは、今日、太陽が東の空から昇ったという事実があるとする。そして、昨日も、一昨日も同様に太陽が東の空から昇った。つまり、過去すべてにおいて太陽が東の空から昇ってきた。そのことから、明日も太陽は東の空から昇るという結論を導き出す推論のことだよ。いろんな事例を集めて、一般的な法則を見つけようとする方法だね。そうだね。この機能法は、科学が発展するためにはなくてはならないものなんだ。この機能法に対して、明確な反論を投げつけたのが18世紀の哲学者ヒュームだった。ヒュームは、私たちが必然的なものだと思っている原因と結果の結びつき、因果関係を否定している。そして、因果関係とは、単に私たちが同じ経験を繰り返すうちに形成する心の習慣に過ぎないと考えたんだ。こう考えると、太陽は東の空から昇るという過去の事実をどれだけ集めても、そこから明日も太陽は東から昇るという結論は導けなくなる。話はわかるけど、何か理由がない限り、昨日とは違う方向から太陽が昇る可能性はないんじゃない？マリサが今言ったように、自然法則は時間を経ても変化をしない、という原則を、自然の成立性原理と呼ぶんだ。自然の成立性を認めることは、あらゆる科学的な探求を行う上で前提になる。例えば、恐竜の研究について考えてみよう。これはスピノサウルスという恐竜だよ。最近、水中生活を送っていた可能性が分かってきて話題になったよね。このイラストはかなりリアルに描かれているけど、実際に発掘された化石は、全身のごく一部なんだ。そこから全身の姿や生態を知るためには、一部の骨から、足の大きさはこれぐらいだろう。頭の大きさはこれぐらいと推測していくしかない。そういったことが可能になる前提として、重力などの法則性が、スピノサウルスが生きていた時代と私たちがいる現在で変わっていないことが必要なんだ。つまり、自然の成立性はあらゆる科学的研究の前提なんだ。なるほど。しかし、この自然の成立性原理自体が成り立つと、どうやって証明するのかが問題になる。自然の成立性の正当化は、今まで自然の成立性を仮定して、様々な事象を説明できたという前提から、これからも自然の成立性が成り立つという結論を導く形でなされる。しかし、この推論は、気づいた人も多いかもしれないけど、機能法なんだ。機能法の根拠となる自然の成立性を、機能法を使って証明してるのか。このように、証明すべきものを証明するために、それ自体を用いてしまう方法を、循環論法と言うんだけど、これは適切な証明ではないんだ。つまり、自然の成立性は成立する理由を、自然の成立性を使って調べることはできないんだ。この正当化は、A だから A であると強弁しているに過ぎない。自然の成立性原理はその後も色々な正当化が試みられてきたんだ。有名なものだと、パースという哲学者が提案したアブダクションを用いたものがある。アブダクションは、裁量の説明のための方法と呼ばれ、成立性原理を用いる合理的理由を示してくれる。ただし、アブダクションは厳密には、機能法の一種なので、完全な正当化ができているかは議論の余地がありそうだよ。とはいえ、自然の成立性原理を認めないと科学的探求自体が成り立たないから、科学者たちはそれが成立している前提で研究をしているんだ。仕方ないよね。これは。しかし、成立性原理を認めたとしても、機能法にはさらに厄介な問題があるんだ。それが今回取り上げるグルーのパラドックスだよ。グルーのパラドックスは、1955年に、ネルソン・グッドマンという哲学者が、事実虚構予言という本の機能法の新たな謎という論文で提示した問題なんだ。今、すべてのエメラルドはグリーンである、という仮説を証明するために、エメラルドを掘り続けていたとしよう。そして、今まで算出したエメラルドはすべてグリーンであるという事実から、仮説が確かめられそうだよね。問題なさそう。そこで、グッドマンは新たな仮説命題を立てる。すべてのエメラルドはグルーである。グルー？グリーンとブルーを合わせた造語だよ。そして、グルーとは、ある時間的地点 t まではグリーンであり、t 後においてはブルーである色と定義される。t には現在以降の任意の時間を入れられるんだけど、仮に明日の12時としてみよう。するとグルーは、明日の12時まではグリーンであり、12時以後はブルーである色と定義できる。そうすると、今まで算出したエメラルドは全てグリーンであるという事実は、全てのエメラルドはグリーンであるという仮説を証明する根拠であると同時に、全てのエメラルドはグルーであるという仮説を証明する根拠にもなる。どういうこと？エメラルドが明日の12時以降にブルーに変わるの？明日の12時以降にエメラルドを掘るまでわからない。
変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。12時以降に掘った最初のエメラルドが、グリーンなら、すべてのエメラルドはグリーンである。が正しいし、すべてのエメラルドはグルーである。は誤りになる。反対に、明日の12時以降に掘った最初のエメラルドが、ブルーなら、すべてのエメラルドはグリーンである。が誤りであり、すべてのエメラルドはグルーである。は正しくなる。これは自然の成立性の原理に違反しないの？それは、自然の成立性をどう捉えるのかによって変わってくる。すべてのエメラルドはグリーンである。が正しければ、自然の成立性とは、未来においても変化しないという意味になる。逆にすべてのエメラルドはグルーである。が正しければ、自然の成立性とは、明日12時以降において変化するものだという意味になる。自然の成立性の意味が確定できないのは困るね。ただ、少なくとも明日の12時までは、すべてのエメラルドはグルーである。と、すべてのエメラルドはグルーである。の両方の仮説の根拠として成立してしまう。そして、問題はここで終わらない。同じように、明日の12時まではグリーンであり、12時以後はイエローであるイログエローを定義すると、今度は、今まで算出したエメラルドは全てグリーンであるという事実が、全てのエメラルドはグエローである、という仮説の根拠にもなってしまう。どういうこと？つまり、機能法が証明する仮説として、無意味な仮説がいくらでも作れてしまう。すると、全てをカツで繋いで、全てのエメラルドは、グルーかつ、グエローかつ、グールドかつ、である、という仮説が成立してしまう。このことから、グッドマンは、機能法の仮説の述語の、であるの部分には、正しく機能法として使える投射可能プロジェクティブな述語と、機能法として使えない投射不可能ノンプロジェクティブな述語があると主張する。ちなみに、それぞれ、拡張可能、拡張不可能と訳されることもあるよ。つまり、グリーンである、は投射可能な述語で機能法に使える述語だけど、ブルーである、は投射不可能で機能法に使えない述語ということになるね。ここで、このパラドックスのポイント一つ目だけど、では何が、投射可能、投射不可能な述語を分けるのかその条件とは何かが問題になる。機能法を適切に用いるためには、この点に答える必要があるんだ。だいぶ複雑だけど、そもそもグルーとかを持ち出さなければいいんじゃないかな？時間によって色が変わる色だから機能法に使えないのでは？まさに、その反論こそ、グッドマンの議論がパラドックスとなる理由なんだ。グッドマンは反論に答えて、ブリーンという新しい述語を導入する。ブリーンとは、明日の12時まではブルーであり、12時以後はグリーンである色と定義される。つまり、グルーの逆バージョンだね。そこから、グリーンとは、明日の12時まで、グルーであり、明日の12時以降は、ブリーンである色であると導き出す。あれれ？グリーンもグルーやブリーンと同じになっちゃった。そう、機能法に用いてよ言わずの投影可能なグリーンが、投影不可能な述語であることが、明らかになってしまうんだ。つまり、投影可能な述語、機能法に使える述語は存在しなくなってしまう。それがこの議論がパラドックスと言われる理由なんだ。投影可能な述語の条件が他にもあるのかな？それとも機能法自体が矛盾してるのかな？それに関しては、多くの議論があるけど、興味深いテーマだよね。さあ、最後に、まとめておこう。機能法には、観察された事実から、自然の成立性原理を認めた上で、それと両立可能な無数の機能仮説が成立してしまうという問題がある。この問題を解決するには、正しく機能を行える投射可能な述語と、正しく機能を行えない投射不可能な述語を区別する必要があり、投影可能な述語を用いて、機能法の仮説を立てる必要がある。しかし、投影可能な述語は、すべて投影不可能な述語であるというパラドックスが生まれてしまう。正しい機能仮説の述語が持つ性質とは何だろうか？非常に興味深いよね。そして、グルーのパラドックスの魅力についてだけど、この議論を展開したネルソン・グッドマンは、20世紀初頭に英米圏で展開された分析哲学の流れのただ中にいた人でもある。このチャンネルでも何度か扱ったラッセルやウィトゲンシュタインの少し後の人だもんね。分析哲学では、それまでの哲学が世界自体を直接対象にしていたのに対して、哲学問題を言語の働きによるものとして捉えて、言語に対する分析からスタートしたんだ。この流れは、哲学の言語論的展開と呼ばれている。そして、グルーのパラドックスは、それまで機能法の方法論に対して向けられてきた反論に代わって、機能法の仮説表現に用いられる述語に注目した結果出てきた問題だという点で、非常に分析哲学の魅力が詰まった議論だと思うよ。哲学の手法の変化に合わせて、以前の議論が全く違う方向から、注目されるのは面白いね。今回、グルーのパラドックスについて興味が湧いたという方は、ぜひ、ネルソン・グッドマンの、事実虚構予言にも挑戦してみてください。
参照のブルーのパラドックス以外にも、非常に面白い議論がたくさん載っています。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。